どうも、田舎者です。今回は特にね、何か進展があったっていう話じゃなくて恐縮なんですが、この家を買った時はね、こんな感じだった。今、床を外してね、なんだかんだ気がついたらですね、1年間、この床のない状態でね、過ごしたわけですけども、加減ですね、床が欲しくなってきたんで、この以前剥がした床板がね、家中に散らばっているので、これをかき集めて、前回はですね、今に床を張りました。で出来栄えはね、いつも通りの継ぎはぎですけども、ここで暮らし始めて1年ね、ようやく裸足で歩ける感動とともに、ゴロンとできる場所のね、ありがたみを感じたわけですよ。で、ようやくですね、安心して眠れそうな場所ができたので、早速ね、物置に置いてあるベッドを移動させました。で、この蚊帳のおかげで、ムカデに襲われることなくね、1年間眠れましたが、夏場はね、普通にトカゲとかね、周りをうろうしてるし、その糞とかもね、落ちてるわけなんですよ。なので、いい環境とはね、言えなかったわけなんですよね。なので、こんな感じでね、やっと落ち着いて寝れると思ってね、ただの模様替えなのにすごいワクワクするんですよね。ベッドもね、こんな感じである程度安定しておけるし、これまたもらいもんですけどね、ちゃぶ台。これをね、運び込みまして、なんかね、部屋っぽくなってきましたよね。で、また物置に戻ってきまして、これまでね、お世話になってきた蚊帳を片付けてみると、こんなに広かったっけっていうぐらいね、スペースができたんですよね。いや、これはいろいろ物を片付くぞと若干興奮気味にね、片付け出したのはこの寝室の横のキッチンですね。マジでこのキッチンね、ぐっちゃぐちゃでね、ちょこちょこ掃除してるのにね、すぐ物でね、溢れ返るんですよね。やばいっすよね、これね。なんでね、キッチンに脚立が置いてあるのっていう感じなんですけども、こうしたものをね、運んできます。で、1年半前はね、こんな状態だった物置ですね、ゴミを捨てたり、コンクリートを売ったりしてね、ベッドルームとしての役目を終えて一周回ってね、また物置になりましたっていう感じなんですよね。で、釘の入ったね、このペンキ缶とかいろいろ片付けていたらですね、ちょっとアホなものを見つけました。こういうね、何がどこにあるかわからない暮らしをしてるとですね、同じものを何回も買うんですね。これ謎に3個も溜まった洗濯洗剤ですね。アリエールは 2.8 倍でアタックは 2.1 倍なんやと。そんなアホなことに感心しつつですね、とりあえず棚がたくさんあると物が置けるので、目につく限りね、集め出しました。で、こんな感じで棚をね、ざっと並べて工具とか置いてみるとですね、どんどんね、この物が片付いていくんで、掃除スイッチが入りましてね、ここはね、玄関なんですけど、ここもね、物で溢れているんで、バーっと片付け始めました。途中ね、掃除してたらね、肌色の物体がすごい勢いで長靴の裏に入り込んでね、何かと思ったらムカデのひっくり返ったやつでした。やつもだいぶ焦って逃げたんでしょうね。丁重にね、退治しておきましたよ。玄関がね、これだけ物で溢れてるとね、相当運気の流れも悪かったんかなと思いますよ。で、玄関から出てきたね、これまたもらい物のこの机というか台というか、そんなようなものをですね、この芯、物置に運び込みましたけども、当然ね、以前の僕が施工したコンクリートこれガタガタなんでね、その辺に転がってるこの切れ端を詰め込んだらベストフィット。我が家でね、こうした切れ端も捨てれないんですよね。こんなコレクションがね、スーパーのカゴ一杯分はね、家中のどこかには散らばっているんですよね。で、玄関から出てきたものをね、とりあえずもうあんまり深いことは考えずね、バーっとね、置いておきました。で、これ何十年前からあるんか知らないですけどね、ちょうどいいところにこの引っ掛けるような木が設置されていたんでね、適当に物を引っ掛けたりしてね、なんかめっちゃいい空間がね、できそうな気がしますよ。で、引きで見てみるとこんな感じですね。こんな写真もね、インスタに、気が向いた時だけなんですけど、上げているんで、インスタやってる人はね、見てみてください。リンクは説明欄です。で、振り返ると薪ストーブがあって、この日はね、雨だったんで火を焚いて部屋干ししてるんですけど、雨といえばですね、雨どいの一部がちょっとおかしくてですね、ここなんですけどね。これ、継ぎ手っていうんですかね。そこが割れていてね、これ雨が降るとね、ダダ漏れになるんですよね。で、ちょっとよくわからなかったんですけど、この、庭に転がってるね、雨どいの一部をグラインダーで切って、で、ボンドでね、バーっとね、とりあえず貼っつけときました。で、ロープで縛ればよかったんですけどね、ちょっと段取り悪くてね、もう手でずっとこれ持ってます。そしたら虫が襲ってきてね、もうどうすりゃいいのかって感じですけどね。雨どいを握りながらね、眺める空、こんなに青かったっけってね、なかなかない経験なんでね、カエルの音を聞きながらね、ずっと5分ぐらい持ってましたよ。で、こんなんではあかんやろなと思ってたんですけど、雨の時に確認してみたら、今までね、もうビチャビチャビチャって漏れてたんが、ぽっちゃんぽっちゃんなので、ええかなという感じですね。で、別の場所もね、同様に修理したんですが、ここはね、穴が開いてるだけだったんで、かなり改善しましたね。問題はね、どれだけ長持ちするかっていうところなんですけどね。
で、さらにね、これ屋根から流れる雨の出口なんですけど、今まではね、これ裏庭に流れて水たまりできまくりやったんですけど、田んぼの方に聞いたら雨水やったら流してもいいと言ってもらったんで、この角度を変えてね、出口を田んぼの方に向けさせてもらいました。で、支えがいるということで、これまたもらい物のね、この単管があったんで、こちらを打ち込んで支えとしておきました。もらい物はいいっすね。なんかこう気兼ねなく使えちゃうんでね。で、番線で縛るかなと思ったんですけどね、僕の場合確実にこれ雨どい割るなと思ってね、タコ糸で縛ってとりあえずという感じですね。こんな感じで、どれだけ長持ちするかっていう感じですけどね、これもね。で、雨の日になるとこんな感じで、いい感じで流れてるんでね、これでだいぶね、裏庭の水たまり改善されましたよ。ほんとありがたい話ですよ。そしてね、晴れの日は草刈りですね。もう暖かくなってきてね、最近草の伸びが凄まじいですよね。とりあえずグリスを入れてね、これからのシーズン、この機会に頑張ってもらいますよ。今年一発目のね、エンジン始動でかかりよし、回転方向よしでね、とりあえず木の分までね、草を刈り倒しましたよ。で、一通り買ってね、思い出したんですけど、この石がめっちゃ邪魔なんですよね。で、この石何かっていうとですね、今回お見せした物置に、こんな感じでコンクリを打つために整地した時に出てきた石なんですよね。で、当時はですね、置き場所を考える余裕もなかったんで、この裏庭にね、こんな感じでバーッと積み上げたんですけど、今となってはすごい邪魔なんですよね。なので、こんな感じでね、こう、石で枠を作ってあげて、こう石をプールしておく場所を作ろうかなと思いました。これ今はいいんですけど、夏場ね、石の隙間からこの草がボーボーになるけど、草刈り機ではいまいち刈れないし、手を突っ込むにはちょっとマムシが怖いし、で、すごいね、気になる空間になってしまっていたので、こんな感じでね、サイズベースにある程度分類して放り込んでおけたら、使いたい時にまた出しやすいし、草の整理も、今よりかはマシになるかなと思います。あんまり神経質にやってるわけではないんですけど、なるべくね、この土と小石も分類してね、プールしていますね。小さな砂利もね、コンクリ作る時の足しになりそうですしね。でもある程度やったらね、だいぶ基準が緩くなってくるんですけどね。そんな感じでね、無秩序に置いてあった石もこんな感じで枠内に収まったんで、今年の草刈りはね、去年よりは簡単にできそうですね。で、作業した後にね、この庭を見渡してみると小さいですが畑があって、で、薪を切るね、これ台と言っていいかどうかわかんないですけど、台があって、そしてここにですね、ゴミ置き場ですね。切った木とかのこうゴミを貯めておく場所があって、で、ここにね、焼却施設があって、で、薪割り台があって、で、これから作業すべきものが積んであってと、なんかゲームみたいなともふと思いましたよ。ということで今回はね、あまり中身のない話でしたが、近況報告を兼ねてね、動画を作りました。最後はね、おっさんがただ石を転がすシーンをご覧になってもらいながら締めたいと思いますが、去年もね、なぜかこの時期あたりから家のことはあまり進まずね、無駄にお金のかかったね、巻き棚を作ったりしてた気がしますけども、なんかね、目が外に向く時期なんでしょうね。人間もね、理性で生きてるつもりでも気候や気温で結構ね、影響されてて、本能で生きてる部分も半分ぐらいあるよな、なんてね、思いつつね、最近は逃がし事してますよ。急にね、暑くなったかと思ったら夜は寒かったりね、体調を崩しやすい時期なので、皆さんも健康にはお気をつけてください。ちなみにね、僕は雨降りのシーンを撮った時にね、ヒールに2箇所噛まれました。あれだけね、気づかれずにね、お腹まで入ってくるってのは、敵ながら尊敬しますわ。ということでね、田舎暮らしのこれからは結構大変なんですけどね、2年目乗り切っていこうと思います。それでは最後までお付き合いありがとうございました。